はい、皆さん、こんにちは。モノルです。今回はですね、フライディジ Apex 4のレビューやっていきたいと思います。早速、箱開封していきます。いつものね、フライディジの箱ですね。めちゃくちゃ中国語が書かれててよくわからないんですけど、はい、ババッと開けちゃいます。どんどん開けていきますね。よいしょ。はい、中身見ていきましょう。どうやって開けるのかな。スリーブ型になってますね。結構ね、この箱が大きくてですね、ベーダー4と比べるとだいぶ箱の大きさが大きいのがわかるかなって。これベーダー4なんですけど、はい、思いますね。一応ね、この Apex 4もサイズが正規代理店になっていて、保証1年ついてます。これ大きいですよね。はい、出てきました。結構ね、高級感のある作りの箱ですね。割と、ベーダー4とは違って、やっぱりちょっと高級志向なコントローラーなのかなっていう感じがしますね。よいしょ。はい、なんかこう、ウェルカムカードというかね、こんなのが入っていて、反対側英語にちゃんとなってますね。なんかいろいろ書かれてます。デザインオブザイヤーってどこのあれなのかもよくわかんないですけど。スポンジが入っていて、はい、出てきました。本体と USB ケーブルですね。布巻きされたすごくいい USB ケーブルが入ってますね。で、その下には USB ドングルも入ってました。これはいつものフライディジの USB ドングルと一緒ですね。形状とかは。ここになんか取扱説明書とかが入ってます。ちょっとね、ホコリっぽくて、なんか黒い点々ついてて、ちょっと気になるんですけど。この辺りはそれなりかなって感じですね。本体見ていく前に、この中身を見ていきたいと思います。はい。なんかピン、あれですね。SIM カードを抜くときのピンみたいなのが入ってます。で、裏側にはなんか、なんだこれ。ライトモード。イルミネート Your Personalized Light Panel ってことなんで、なんかこれできるんですね。こんなシールみたいなのが入ってますね。何に使うんでしょうか。はい。で、ユーザーマニュアルが入ってました。これはすべて中国語ですね。で、いつものフライディジの宣伝冊子ですね。こんな感じです。ちょっとこれはね、あんまり参考にならないものが入ってたので、改めてウェブサイトの方でマニュアルを見たいと思います。はい、そしたら、フライディジ Apex 4のスペックをサクッと見ていきたいと思います。対応機種は PC、Switch、iPhone、Android で、有線接続、Bluetooth 接続、無線ドングル接続に対応しています。遅延は有線で平均 6.4ms でね、十分9大点の速さを持っています。ポールエフェクトスティックで背面4ボタン、無線と有線のポーリングレートは両方 1000Hz です。スティックの重さは可変で 25g フォースから 100g フォースまで調節が可能です。ジャイロセンサーも搭載していてですね、マクロ機能もあります。本体重量は 326g でした。それでですね、現在の価格は Amazon で 13,617 円ですね。ソフマップでわずか1円差ということでね、ベーダー4 Pro は今9980円とかで売ってるので、ちょっと高いかなっていう感じがしますね。はい。で、本体を取り出します。ちょっと重いかな。はい、これ Apex 4の本体です。これあれですかね。トップパネル外れたりするんですかね。外れはしなそうか。外れる外れる。外れるけど、十字キーは外れないから、結局外れないかな。外れるわ。これも外さなあかんのか。十字キーとスティックを外して、トップパネルを外すとカバーが外れて、で、このスティックの柔らかさの調整ダイヤルが動かせるようになるって感じですね。結構ね、ベーダー4 Pro と比べると、スティックの硬さ調節はめんどくさいかもしれないですね。はい、ここはね、透明になって中が開いてるので、振動モーターが動いてる様子が見えるっていうのは面白いですね。あとはあれですね。
ベーダー4 Pro では機械式のトリガーロックでしたが、トリガーストップでしたが、Apex 4はね、例のモーターでトリガーロックするタイプのね、トリガーロックになってます。このあたりがね、価格差の理由かなと思いますね。はい、これ電源ボタンで、電源をオンにすると、はい、このように、ここにね、モニターがついていて、表示が出るっていうのは面白いですね。ここのね、パネルを、さっきのシールみたいなやつを付け替えることで、ここのね、表示を変えることができるっていう、そういう仕組みなんですね。なるほどね。はい。全体的にすごいしっかりした作りで、ここはタクトスイッチかな。で、ABXY ボタンはマイクロスイッチ。スタートセレクトもタクトスイッチですかね。ホームボタンとかは、電源ボタンもタクトスイッチで、十字キーは十字キーはこれなんだ？十字キーはタクトスイッチに感じますね。はい。すごいですね。ここのね、メカメカしい感じがすごくいいですね。背面ボタンもタクトスイッチで、いつものね、この内側が押しづらい背面用ボタンになっています。質感はやっぱいいですね、こっちの方が。一旦カバーは外してですね。これでちょっと重さ調節だけやっちゃいたいと思います。向きあんのかなこれ。ちょっとスティックが押し込みづらい。こうか。長くなってる爪の方を手前にしたら入る感じですね。手前に長い方ですね。やや重いですね。デフォルトが 75g フォースかな。こっち側の方が重そうかな。軽いね。こっち側は 60g フォースぐらい。付属のね、ピンでやってもいいんですけど、普通にマイナスドライバーで回せそうなんで、これで回しちゃいます。ネジのね、頭の下側がどこにあるかで、こう、硬さを判別しろって言うんですが、かなり難しいですね、それは。はい、この状態だと、そうですね。だいたい 100g フォースってことですね。で、柔らかくしていって、一番柔らかくすると、これ以上回してもいいのかな。カチッって言って危ないな。はい。なんで、ふにゃふにゃですね。これは柔らかいぞ。これね、難しいですね、測るのが。置いて、こうやって測ってみますか。25g フォースぐらいですか。30切ってるぐらいなんで、だいたいベーダー4 Pro が30から100ぐらいだったので、ちょっとね、調整幅は広い感じがしますね。私は好みで 60g フォースにしたいので、だいたい1、2、3回転ぐらい回したらどうかな。結構ちょうどいいかもしれない。もうちょい回しますか。3回転と半。3回半回してみましたが、一番柔らかいところから。どうですかね。はい。いい感じに 60g フォースぐらいになったので、これでいいですね。じゃあ、左スティックも同じぐらいに回しておきます。1、2、3、半。3回転半回しました。これでどんなもんかな。ちょうど 60g フォースぐらいになりましたね。これで使っていきたいと思います。一旦スティックを外して、で、スティックをはめて、十字キーをはめます。十字キーはこうか。十字キーも向きがあるんですね。いいですね。これでちょうどいい感じになったと思います。そしたらね、USB ケーブルつないで設定ソフトの方を見ていきたいと思います。ウェルカム、なんていうんですか、オープニングセレモニーもすごくかっこいいですね。Apex。はい、それでですね、これ実はコントローラー単体でいろいろな設定を変えることができます。ホームボタンを長押しして、
はい、出てきました。この設定画面ですね。接続方法ですね。PC スイッチ、X インプットかスイッチか D インプットですね。まあ、旧式のね、PC の接続方法であるダイレクトインプットにも対応してますね。接続方法、ワイヤード、有線接続ですね。とかですね。ボタンのマッピング設定っていうのもできますが、あまりね、こう背面ボタンぐらいしか設定できないですね。トリガーモードの設定、これ、あれですね、設定ソフトで後で解説しますけど、いろんなね、こうボタンの、トリガーのね、こう感触を変えることができるっていうね、モードになってます。でボタンエディットは、背面ボタンですね、M1 から M4 まで設定を変えることができます。やったら、はい、出てきましたね。はい、で、ターボ設定連射ですね。これなぜかオンって出てるんですけど、私オフにしてるんですけどね。なぜこれはオンになってるんでしょうか。わかんないですね。テストはね、動作確認できるだけなので、いいとしてですね。コンフィグスイッチってことで、プロファイルをね、4つ切り替えがすぐできるっていうのだったり、まあ、あとは、基本的なところですかね。ファイバーネットってなんかなあれですね、無線接続で使用しない時間、無操作時間が何分で電源切るかですね。一応これ言語はね、中国語と英語しかありません。はい、バージョンを見たりもできます。面白いですよね、これ。スクリーンのバージョンと SI って何のことかわからないんですが、トリガーバージョンとかね、トリガーにバージョンがあるんですね、このコントローラーは。はい、このぐらいですかね。はい、B ボタンを押してね、この画面に戻ったら普通に使うことができます。はい、設定ソフトの方に来ました。デフォルトですでに、これはどういうことかな。なんか感度が違いますね。デフォルトでちょっと感度が高くなってますね。右スティック、左スティック。デッドゾーンは両方ゼロになってますね。ダイロセンサー、トリガー。ゼネラル、レーシング、リコイル、スナイパー、トリガーロック、バイブレーションっていうね、設定はいろいろあります。ゼネラルが普通のトリガーですね。特に何もなってない普通のアナログトリガーになってます。レーシングにすると、トリガーがちょっと重くなります。はい、なるほど。で、リコイル。振動がブルブル震えてくれますね、これ。すごいですね。スナイパー。まるで本物の銃のトリガーみたいな感じでね、こう撃鉄が落ちると急に軽くなってスカってね、押し込める感じですね。トリガーロックがこれですね。トリガーロックが自分の好みの深さで止めることができるようになってます。減衰開始位置が80って書いてあるんで、これをもっと20とかにしたら、めちゃくちゃ短くなります。これは相当短いですね。1ミリとかそのぐらいしか動かなくなります。私は20でいいかな。左トリガーも20のトリガーロックにしちゃおうかな。ちなみにバイブレーションっていうのは何ですかね。テストしたらすごいこれ。震えが止まんなくなっちゃった。止まりました。よくわからないです。バイブレーションに関してはわかんないですね。とりあえず、これでいいかな。減衰開始位置を20にせな。はい。ね、これよく言われてますけど、力を込めるとこう下がっていっちゃうっていうね、こういうトリガーロックになってます。なのでね、ここは結構好き嫌いが分かれるところかなと思いますね。普通のね、ベーダー4 Pro みたいなボタン式になる方が好きっていう方も多いかなって思います。はい。あとは振動の強さとライティングの調整ができるぐらいですかね。一応ボタンの設定もしておきたいと思います。はい、ボタンの設定なんですけど、R スティック押し込みは、背面ボタンをこの画面で押すことで無効化できます。R スティックのところ、ここをクリックして背面ボタンを押すと。ね。で、これちょっとね、
この日本語の説明意味わかんないんで、無効化のやり方っていうのが意外とね、ちょっとわかりづらいんですけど、まあ、これでできますね。で、あとですね、連射マクロっていう設定ができます。連射とマクロは、コントローラーのね、ボタンしかできないっていう仕様ですね。マクロに関してもね、キーボードのキーは反応しないので、マクロ設定できますね。まあ、連射とマクロに関しては私は使わないのでね、ちょっと実際に使って試してるわけじゃないんですけど。で、マウスボタン左右中央っていうのと、スクロールアップダウンも設定できますね。こういう風にして保存ってやると、はい、マウスの左クリックになってます。っていうところですかね。元に戻しておきます。ボタン設定に関しては以上ですね。まあ、ちょっとね、同情しができないとかね、ややゲームサーとかビッグビッグウォーに比べるとちょっと劣るかなっていうところがあります。はい。ボタンの設定もやったので、デフォルトってやったらこれなんか変わりますね。なんかちょっと、もともと設定されてたのが、値がおかしいようです。デフォルトでリニアっていうかね、直線のレスポンスカーブ設定になってるので、これでね、実際のスティックのレスポンスカーブの計測とかもやっていきたいですね。とりあえずそしたらこれでね、ちょっと射撃訓練場を打ってみたいと思います。射撃訓練場に来ました。まず、ドリフトですけど、全く再キャリブレーションもしていない状態で全くありません。で、ベイダー4 Pro と同じでね、遊びは全然ないです。今、遊びを、ね、こうやって動かして遊びを見てるんですが、全く動かないですね。ほとんど遊びないですね。で、スティックの重さに関してはやっぱり、これもベイダー4とよく似てるかな。徐々にちょっと重くなっていくような、そんな感覚がありますね。そしたらちょっと打っていきます。はい、軽く打ってみましたが、全然ね、ベーダー4 Pro と違いますね。なんかね、全体的にしっかりとした合成感を感じられます。で、低感度なのは低感度ですね、やっぱりスティックは。なので、これもね、リニア化したいと思うんですが、そうですね。あとはですね、はい、このスティックの機能設定ですね、コントローラーの機能設定の方でですね、ポーリングレートの設定とか、スティックのステップ精度の設定ができないようになってます。そこはね、ベーダー4 Pro に明らかに劣っている点かなって思いますね。ただね、全体的な作りと合成感っていうところは、Apex 4の方が優れていると思います。高級感もあってですね、このね、本体の裏側にはラバーのね、滑り止めもついているので、持った時の感覚っていうのはやっぱりこっちの方がすごくいいですね。手触りがいい感じがします。まずはじめにですね、ベーダー3 Pro と同じでですね、Apex 4も、アダプティブキャリブレーションですね、自動的に、センタリングを勝手にしてしまうっていうね、そういう機能があります。手を離した時に、しばらく待っていると、はい、このようにですね、0.00002 っていう風にね、自動的にその場所をセンターだという風にね、してしまうっていうね、こういうね、機能がついてます。で、これは実はですね、手を離した時以外にもですね、こういうね、計測しているとわかるんですが、ちょっとね、ちょっとこうやって倒している状態でもね、ほっとくと、はい、0.00002 になってしまいます。これ本当は結構倒れてるんですけどね、こういうことがあるので、かなりね、計測はちょっとね、大変なんですが、やっていきます。はい、それでですね、計測中の映像を見ながらですね、実際計測した結果の方も見ていきたいと思います。これがちょっと見にくいかもしれないんですけど、薄い青色の線がですね、Apex 4のレスポンスカーブ、デフォルトの直線のね、設定の時のカーブになります。かなりリニアに近いんですけど、これね、このグラフで見ると大した差があるようには見えないかもしれないんですけど、0付近、中立付近ですね、がすごく低感度になっています。それを確認するためにですね、ちょっといつもと違うグラフを作ってみました。
はい、それがこちらのグラフになります。横軸はいつもと同じでスティックを倒した距離なんですが、縦軸をね、リニアとの誤差、にしてます。マイナスになってる方が低感度で、プラスになってる方が高感度です。このね、薄い水色の線がデフォルトの感度です。見ての通りですね、中立付近 0.2 から3ミリぐらいのところでですね、マイナス 40% 近いっていうことで、これがね、かなり低感度に感じられる要因かなと思います。はい、そしたらですね、APEX4 をリニア感度に修正する方法を解説します。まずフライディジスペースステーションに行ってもらってですね、ここのスティックをクリックします。で、感度曲線をカスタムにしてですね、この一番左の点を1の3、これね、表示がうまくいかないんで、1の5、4、3っていう風に数えながら、設定してください。で、右の点が25の27ですね。はい、25の27っていう風に設定します。これ左右の両方のスティックでやってください。他の設定はね、デッドゾーン0にするぐらいですかね。はい、これでリニア化できます。はい、修正すると、APEX4 のスティックのレスポンスカーブはこの赤い線のようになります。0付近のね、ちょっと低感度になっていたところを持ち上げるっていうね、修正になってます。ちょっとこのグラフじゃ分かりにくいので、もう一つのね、グラフも見ていきましょう。はい、これが先ほども出したですね、誤差の方を見る、グラフになってます。赤い線ですね。ちょっとね、高感度になっちゃっているところもあるんですが、まあ、おおむねリニア感度にできたかなと思います。まあ、誤差 5% 以内っていう感じですかね。はい。これでちょっとね、射撃訓練場試してみてね、実際の操作感をチェックしたいと思います。はい。そしたら、リニア感度に修正したですね、APEX4 で撃っていきたいと思います。世界中のみんな、レベルアップしてアップグレードした僕に気をつけてね。僕がアップグレードを選んで、アップグレードの僕を選んだんだ。なんかですね、意外とグラフで見たような高感度差っていうのは感じられなくてですね、結構ね、低感度な感じが逆にしますね。すごくでも当てやすくて、全然いいですね。ベーダー4プロとあまり遜色ないというかですね、デュアルセンス H とかと比べたら、まあ多少ね、ホールエフェクトらしさっていうかね、この遊びのなさっていうところがかなり大きなね、その低感度っぽさに影響してるのかなって思いますね。しっかりエイムアシストも感じていきますし、このね、トリガーストップ、モーターを使ったね、タイプのトリガーストップですけど、これは全然私は違和感なく、むしろね、ボタン式のトリガーよりも素早く押せる気がしますね。全然いいんじゃないかなって思いますけどね。そんなものすごくね、力を込めてギューって握るんだったらちょっと話は変わってきてね、へこんじゃうんですけど、そこまでね、力を入れてる時点で多分ね、うまく握れてないっていうかね、まあ、基本力を抜いてなるべく脱力した状態で操作するっていうのが、まあ、キーマウとかでよく言われるですね、素早い反応をするためのコツみたいに言われてたりもしますから、まあね、あんまり力入れずに押せるこのボタン、ね、トリガーっていうのは結構いいかなっていうふうに思います。ベーダー4プロと比べたらね、違いっていうのはと CZ ボタンがないっていうところですかね。スタートセレクトボタンがね、いつものフライディジ製品の場所にあるっていうところで、CZ ボタンでスタートセレクトやりたい人にはちょっと APEX4 は厳しいかなって思うんですけど、それ以外の部分ではですね、背面ボタンも、まあ背面ボタンは特に変わりはないですけど、このトリガーが大きな違いかなって思うんですけど、私はこのトリガーすごく FPS 向きだなっていう風に感じました。こんな風にね、タップ打ちするとね、一発一発撃ったりもできます。例えばこういう武器ですよね。そもそも今時ね、P20 使うかっていう問題はあるんですけど、まあこれでいいやんって話ですよね。
私はそんなに連射速くないんですけど、結構ね、このトリガー悪くないかなって私は感じましたね。どっちかっていうとフライディジ、ベーダー4プロのマイクロスイッチ式のね、トリガーよりかは結構いいかなって思いますね。はい、そしたら満足いく感度になったので、実際ね、APEX のランクを回してきた様子を見ていきたいと思います。初動かぶっちゃってね、クソジャンプマスターで申し訳ないっていう気持ちになりながらですね、初動ファイトやりに行くんですけど、G7 とね P2020 二丁持ちっていうね組み合わせで、相手が移動していったのでその先に先回りして打ちに行くところです。まあね、これ適当に打ってますけど中距離遠距離に関してはやっぱりほんのちょっと低感度に感じるっていうところもあってですね、結構当てていける感じがしました。ここねちょっとうまく当てれなかったんですが、仲間が倒してくれてね。はい、別の場面になります。同じマッチですね。はい、周りに結構敵がいっぱいいるのでちょっとね難しい場面での戦闘になります。早く終わらせるか周りの面倒を見ながら倒すかって感じですよね。私結構食らっちゃったので、ここね最近背面2ボタンばっか触ってたんで背面4ボタンでねちょっとねボタン混乱しちゃってますけど、はい、別派が来てもいいようにちょっと展開ポジション取りながら戦ってます。はい、で案の定ね別派が来たので引いて戦えるポジションに戻って戦います。この間にホライゾンさんがね中の敵をやってくれたので上の敵を牽制しつつっていう感じですね。でこの牽制でうまいことね引いてってくれたので楽してね別派の方も攻撃できるっていう状況になってます。で、別派の別派から逃げてきた別派を倒したって感じですねはい、そんなこんなで移動しているとですね突然敵が現れてですね、結構ポジション不利ではあるんですがちょっと回復しにねこのウルトの範囲に入らせてもらってですね、結局食らうんですけどね。で上のポジションを主に見てる感じですかね。で仲間が倒してくれたので詰めるっていう感じですね。基本的に低感度気味なリニアって感じになっているのでショットガンとかですね中遠距離っていうのが当てやすいような感じになってますね。こういうショットガンはすごく当てやすいですね。でジップラインこっちに張ってくれってことだったのでね、アンチの形的にも最終的に強ポジになりそうなところに攻めていくんですがドームファイトが下手すぎて負けます。ちょっとねこれは本当にドームファイトちょっと練習しなきゃいけないなって思いましたね。APEX やってみた感想はですね、もう全然戦えますね。中遠距離メインで戦ってで近距離ショットガンという今の環境にもよく合った感度になっているかなって思いました。はい、続いてコールオブデューティーです。コールオブデューティーはですねちょっとねやっぱりこの遊びがないコントローラーっていうことでですねちょっとそこが難しいなっていう風に感じました。こういうね運よく大量キルみたいなシーンはね全然取れていくんですけど、この場面ですねちょっと遊びがないっていうので微調整っていうところが感覚がうまくつかみづらいかなっていう風に感じました。そういうところは慣れればなんとかなるって言っちゃなるんでしょうけど、やっぱり遊びがあるねスティックの方がああいう微調整の
エイムっていうのはやりやすいかなっていうところですね。エイムのしやすさっていうところではですね、今これねリニア感度でリニアの 1.0 かなでやってるんですけど、結構高感度めな設定でやってて、でまあ繊細なエイムとかはねバンバンやっていけるかなっていうところで、結構ねそこは良かったですね。APEX のリニアで慣れてることもあってですね、コールオブデューティのリニア感度はそれでもねしっかりリニアじゃなくて若干低感度になるっていう話があるらしいんですけど、まあまあ割とねこういう感度でもやっていけるかなっていう感じがしました。ちょっとね中遠距離みたいなとこでも当てていけたりですね。もう倒してると思って打ちやめちゃうのほんと良くないですよねはい。でこの試合ではね1位を取ることができました。はい、それでアナログトリガーと振動機能のテストのためにアセットコルサーをプレイしてきました。ですね、トリガーの設定はですねバイブレーションっていうのにしてます。そうするとゲーム内のね振動に合わせてトリガーのところも震えてくれるっていうことですね。でまあタイムを出すっていう意味だとそういうねトリガーが結構震えるので、あまりそういうバイブレーションっていう設定よりもね何も振動しない設定でね使った方がいいんですけど、すごくねやっぱり私はベイダー4プロの時も感じたんですけど、このね振動機能本当にね優れてると思います。 APEX4 もフライディジベイダー4プロとね全く遜色ない振動を楽しめました。なんかね解像度がすごく高くて、しかも一つ一つの振動がすごくね強いんですよね。なのでこう路面のねうねりを乗り越えた感覚とか縁石をねこう乗り越えてる時の感覚とかはもちろん伝わってきますし、滑ってるなっていう感覚まで伝わってくるような振動を楽しむことができます。もうこれはねフライディジ製品の本当に強みだなっていうふうに思いますね。まあなかなかねフライディジ製品を使ってレースゲームをやる人っていうのがどれだけいるのかちょっとわかんないんですけど、私はねハンドルコントローラーも持ってるんですけど、ちょっとねスペースが邪魔っていうのとですね設置するのがめんどくさいっていうのでね結構コントローラーでレースゲームやったりするんですよね。意外とね面白いんでおすすめだったりします。はい。でこの時のタイムは今までのベストタイムが出せました。そのタイムっていうのが1分47秒637ですね。もうアナログトリガーもですね振動も申し分なくてですね操作感も完璧っていう感じですね。さすがフライディジ製品といった感じでした。はい、ここまでフライディジ APEX4 を見てきましたがいかがだったでしょうか。そうですね、もう全体的に完成度がすごく高くて、やっぱりですねゴム製グリップがついているっていうところだったり、このねトリガー私はすごくいいなって思いました。ものすごく繊細なこの1ミリ未満ぐらいの感覚でね押していけるトリガーっていうのはすごく FPS でも使えるって思いましたね。トリガーストップっていうのはついてなくてもねこういうモーターの力で実現するトリガーストップっていうのもなかなかいいなって思わされました。気になる点としてはですねやっぱりスティックですかね。ベイダー4プロも同じですけど遊びがないスティックなのでちょっとね FPS 向きではないっていう風には感じましたが、そこはねちょっと人それぞれ合う合わないがありそうなポイントではあるんですがね、全体的に私はこれでも全然ランク回していけるね APEX のランクを回していけるコントローラーだなって思いましたし、全くもって不満点っていうのがねかなり少ないコントローラーだったなっていうふうに思います。あとはですねデフォルトのスティックのレスポンスカーブっていうのが結構ねリニアにすごく近くてですね、そういう点もねすごく良かったですね。ただですね設定できる項目っていうのがねポーリングレートやステップ精度っていうところが設定できないっていうところは大きなマイナス点かなと思います。またね
ベーダー4 Pro ではね、スティックの中央感度っていうのも設定できます。この3つが設定できないっていうところで、大きなね、欠点かなっていうふうに思ってしまいました。FPS ゲームをやるんであれば、ベーダー4 Pro の方が向いているっていう風な感じですね。リニア化してもね、ちょっと低感度になってしまう Apex 4に対して、ベーダー4 Pro はバッチリとね、リニアな感度にすることができています。なのでね、もし Apex 4をお持ちでなくて、ベーダー4 Pro とどっちがいいかなって悩んでいらっしゃる方はですね、基本的にはやっぱり今買うならベーダー4 Pro かなっていう気はします。価格もね、13,000円ぐらいということで、今ベーダー4 Pro なら9,000円から1万円ぐらいで買えるのでね、全然ベーダー4 Pro でいいなっていうのが正直な感想です。ただね、この高級感っていうのはね、その3,000円の差があるだけのものは積んでいるなっていうのも同時に感じました。はい、それでですね、私はこのモノルっていうね、ウェブサービスの管理人もやっています。いろんなコントローラーの口コミランキングが見れたりですね。はい、このように今回のフライディジ Apex 4のいろんな詳細データも載せてます。価格も随時更新中ですので、ぜひ利用してみてください。口コミも大募集中なので、もしよかったらお持ちのコントローラーの口コミも書き込みしてくださったらすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。モノルでした。バイバイ。